信仰のためとか、人生を見つめ直すため、亡くなった人のことを思ったりとか、仕事を辞めた後の挑戦とかね、自分の人生を見つめ直すためとかね。だからお遍路自体には決まった目的っていうのはないんです。みんなそれぞれ違う理由を持っております。皆さん、この人たちは何をしていると思いますか？観光客でしょうか？ハイカーでしょうか？実は違います。これね、彼らはね、日本の、四国、私の YouTube でね、何度も出てきておりますが、四国という島を歩いております。しかも数日ではありません。何週間もです。歩き続けます。そしてね、驚くことにね、これって1200年以上の続いている伝統文化なんですね。今日は四国のお遍路についてお話をしていきます。まずね、お遍路とは何かと言いますと、お遍路とは四国にある88箇所のお寺を巡る巡礼です。その起源はね、もうかなりね、空海ですね。空海に関係していると言われております。四国全体に88のお寺が点在しておりまして、巡礼者はそれをね、順番に訪れていきます。もし全てを歩くなら約 1200km。約ね、東京から広島まで行けるくらいの距離かと思います。私が初めて知った時ね、正直信じられませんでした。そんなに歩くのって。多分おそらく皆さんも、ってなるかもしれませんけど、じゃあなぜね、その人たちは歩いているのかというと、ここでね、多くの人が疑問に思うかと思います。なぜ車じゃない？なぜ長い距離を歩く？実はね、理由はね、それぞれあります。人それぞれなんです。信仰のためとか、人生を見つめ直すため、亡くなった人のことを思ったりとか、仕事を辞めた後の挑戦とかね、自分の人生を見つめ直すためとかね。だからお遍路自体には決まった目的っていうのはないんです。みんなそれぞれ違う理由を持っております。でもね、これって続いてることがすごいと思いません？だってずーっと昔の話ですよ。今もね、続いてるんです。これ今、スマホの時代です。AI の時代です。飛行機で世界中に行けるんですよ。こんな時代なのに、人々は何週間も何時間もかけてずーっと歩いてるんですね。便利な時代だからこそゆっくり歩くことに価値を感じる人もいるかもしれません。これね、でも実は日本人だけがこのお遍路をしているわけじゃないんですね。世界中から実は来ております。アメリカ、フランス、ドイツ、オーストラリア、スペイン、様々な国の人が四国を歩きます。でもたくさんじゃないですね。これ私四国出身ですけど、子供の頃はなんか白い服を着て棒を持って帽子をかぶって歩いている人たち、なんか怖そうっていう印象があったんですけど、実際知識がつくようになってからはお遍路さんっていう知識ができて、そういうもんなんだって思いました。だからなんか神的存在すごい人たちみたいなね。すごい国際的な、最近というかね、国際的、いろんな人、海外の方がそれを行ってるっていうのを知ってから、結構国際的な巡礼だってことに気づきました。ね、四国ならでの文化です、これ。お遍路さんにはね、もう一つ特徴があって、お接待っていうものがあります。これ四国独特の文化なんですけど、地元の人がね、巡礼者に対してお茶をあげたり渡したり、お菓子を渡したり、道を教えたり、時にね、食事をご馳走することもあるらしいです。これもちろん義務じゃないんですね。これも昔から続いてきた文化の一つらしいです。知らない人同士なのに助け合う。素晴らしいですね。この文化は私大好きです。これが、私がこのこのアカウントで四国を押す理由の一つなんですけど、この
四国ならではの文化なんで、この本当に四国の人たちは優しい人が多いです。はい、異国の人たちですね、海外から来た人たちのために食事を振る舞うんですよ。本当に信用できるかどうかわかんないんですよ。その人たちに食事を提供するっていうのは、かなり心が綺麗じゃないと私できないかなと思います。はい、疑いの心があるとできませんよね。こいつ金取るんじゃねとかこいつみたいなね、そう疑いの心があると絶対できないことなんで、はい、すごい本当に心が綺麗な人たちが多いです。はい、じゃあなぜね、人々は歩き続けるのかと言いますと、私自身もお遍路さんをしたことがありません。はい。でも四国で育ってきた人間として分かることっていうのは、四国にはね、急がない時間というものがあります。はい、山があって、海があって、静かな道があります。はい、歩いているとね、自分と向き合う時間っていうものがあります。私もよく散歩をするんですけど、その散歩をするときに音楽を聴くこともあるんですけどね、こう一人で自分の人生について考えたりする時があります。はい。それとちょっとよく似たものかなと思いますね。はい。だからその人々もね、何百キロもね、歩いている時に自分の人生について考えたりとか、自分の将来とかね、亡き人を思いながら歩いたりとかしているのかなと思います。はい。よくね、私のお母さんが、その、よく言ってるんですけど、こう車に乗ってて、私たちね、一緒に。で、こう海外の方がね、こうお遍路さんとしてこう歩いている時に、よく私のお母さんが「この人たち海外遠くから来て、この四国で何を考えながら歩いてるんだろう」ってよく言ってます。すっごいなんか感情をね、読み取ろうとしてるんですけど、私もそれは単純になんでだろうって思いますね。なぜかというと、このさっきも伝えたんですけど、その目的っていうのはみんな人それぞれゴール、思い、願いは違うんで、一人一人の目的、ゴールを持って歩いております。なんで、みんな目的地は同じなんですけど、志が違う。なんで、その一人ずつの思いを背負って歩いてるんで、確かに何を考えながら歩いてるんだろう。だって日本に来てですよ。わざわざ遠いとこから日本に来て、この大変な道のりを何千キロも歩くんですよ。暑い中、雨が降ろうが、風が吹こうが、そこはあんまり分かりませんけども、歩くんです。とにかくとにかく。はい。どんなことを考えてるんでしょうかね。はい。はい。というわけで、この私は正直このお遍路さんっていうものにはね、子供の頃興味はなかったんですけど、こういういろんなこう、海外の方がしているっていうのを見て、改めてこう日本文化についてね、学び直せております。感謝です。はい。このお遍路さんが歩いているのはただの風景ではございません。世界中の人がね、世界から日本の四国に来て、何週間も歩いて人生について考える、そんな場所がね、私の故郷だということをね、すごく誇らしく思います。はい、皆さんが日本に来ることがあればね、東京や京都だけじゃなくってはい、四国にも目を向けてみてください。もしかしたらね、この四国への旅があなたの人生を見つめ直す旅になるかもしれません。はい。ぜひね、コメント欄でね、1200、もしあなたが 1200km 歩くとしたら、あなたは挑戦してみたいですか？はい。ぜひね、コメント欄で教えてみてください。今日も聞いてくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。バイバーイ。